砂漠の虎、アンドリュー・バルトフェルドの歴史。アンドリュー・バルトフェルドは、機動戦士ガンダムシードや、続編のガンダムシードデスティニー及び外伝作品に登場する人物です。指揮官として、高い洞察力と的確な判断力を有しており、レセップス級大型地上戦艦やエターナルなどで艦長を務めていました。パイロットとしての能力も非常に高く、劇中では、バクー、ラゴウ、村雨、ナイアに登場して活躍しています。ファーストガンダムにおけるランバラル的な立ち位置で、主人公のキラに戦争と向き合うきっかけを与えた重要な人物でもあります。今回は、そんなバルトフェルドについて解説させていただきます。砂漠の虎を甘く見るなよ。バルトフェルドは、砂漠の虎の異名で広く知られています。この二つ名を冠するきっかけになった戦いが、ヘリオポリス襲撃の半年前、コズミックイラ70年5月30日に起こったスエズ攻防戦、別名エルアラメイン海戦です。当初ザフト軍側は、ザウートを主力とした部隊を展開していましたが、モーガン・シュバリエ隊率いるユーラシア連邦の戦車軍団に苦戦。一時は敗戦寸前まで追い詰められますが、バルトフェルドの作戦とバクーの活躍により、シュバリエの戦車部隊は壊滅させられます。こうして、アフリカ地域における最大の障害を取り除いた戦果から、バルトフェルドは砂漠の虎の二つ名を冠することになりました。なお、この異名は、バルトフェルドを英雄として押し出したいザフトの広告宣伝部署が、イメージ戦略として作ったとされています。その後、ザフト北アフリカ駐留軍司令官へ就任し、バナディーアに拠点を構えました。それ以降、ザフト軍のアフリカ地域の支配者として、レジスタンスやブルーコスモスから目の敵にされていましたが、一般市民からの評判は悪くなかったようです。というのも、バルトフェルドは、ナチュラルへの差別意識が強いザフトにしては珍しく、従う者は、誰であろうと分け隔てなく、平穏な暮らしができるよう配慮していたため、レジスタンスの女性陣からは、バルトフェルドに組みすることを提案する声もありました。ただし、軍人としては、冷酷な一面も持ち合わせており、レジスタンスの攻撃に対する報復として、彼らの住む町を焼き払ったりしています。それでも、焼き討ちの際は、戦闘員ではない町の住民へ、先に警告を行って避難を促してから攻撃を行ったり、町を焼き払ってレジスタンスを待ち伏せすることを、それは卑怯と言い放つなど、戦場でもモラルを持った振る舞いをする紳士です。普段は、陽気な性格をした大人という印象で、艦内で趣味のブレンドコーヒー作りに没頭して、副官のマーチン・ダ・コスタから、艦内が臭くなると苦言を呈されたり、お忍びで町に繰り出しては、ケバブの食べ方で少女と揉めるなど、周りを振り回す自由奔放な姿を見せています。なお、自慢のブレンドコーヒーに関してアニメ内で試飲した人からの評価は芳しくありませんが、漫画版ではキラに美味しいと評価されていたり、SD ガンダム G ジェネレーションアドバンスでは、ランバラルからも美味しいと称賛されており、媒体によってその腕前は異なるようです。コーヒーがうまいと気分がいい。こうして、ザフト軍の指揮官としての役割を果たす中で、バルトフェルドは、地球に降下してきたアークエンジェル、そして、ストライクのパイロットであるキラ・ヤマトと出会いました。砂漠の接地圧や熱対流による影響を考慮し、戦場で瞬時に機体を調整して戦うキラの姿に興味を惹かれます。その後、バナディーアに、かなりと買い出しに訪れていたキラと偶然開口。ブルーコスモスの襲撃により、カガリがケバブソースまみれになったため、お詫びとお礼を兼ね、キラたちの素性を察しながら屋敷へと招待します。そして、二人にコーヒーを振る舞いつつ、戦争には明確な終わりのルールがないことを突きつけ、戦い続ける意味について問いかけていました。当時仲間を守るため、敵を倒すことだけに必死になっていたキラにとってバルトフェルドとの出会いは、なぜ戦うのか、どうすれば戦いは終わるのか、と考えさせられるきっかけになります。その後、アークエンジェルとの決戦では、愛人のアイシャと共にラゴウに登場して出撃します。機動力を生かした高速戦闘でキラを翻弄し、終始、互角以上の戦いを見せますが、機関レセップスが大破したことで、部下たちには撤退を命令。アイシャと共に、キラとの一騎打ちに臨みます。キラからは降伏を促されますが、どちらかが滅びるまで戦うしかないと、徹底抗戦の構えを見せ、ストライクをフェーズシフトダウンまで追い込みます。しかし、最終的に、捨て身の攻撃に出たストライクに敗北し、
アイシャと共に機体の爆発に巻き込まれ死亡しました。と思われていましたが、シード後半で再び登場しました。実はバルトフェルドの生存を信じ引き返してきたダコスタに救出されており、左目、左腕、左足を失いながらも一命を取り留めています。なお、漫画「機動戦士ガンダムシードアストレイ R」ではバルトフェルドを救出しポッドに収容していたダコスタがロウニュールと対抗するシーンが描かれています。このロウとの出会いによりダコスタはザフト軍から離れる決心をしたため、結果的にロウの存在はバルトフェルドがザフトを離れるきっかけになりました。なお、愛人のアイシャのその後に関しては媒介によって異なっており、アストレイ R ではバルトフェルドと共にポッドに収容されている姿が描かれています。さらに漫画内でアイシャは兵士を辞めたようと言及されており、生きていることが示唆されていました。またアニメでも当初は死亡したと明言されておらず、現在ではオフィシャルブックでアイシャが死亡したことが明言されていますが、主題歌の CD に封入されていたカードダスでは未だ消息不明と記述されています。なお、シードデスティニーの前半では恋人を失った者同士がニューラミアスと共に平和な日々を過ごしているように描かれていて、オフィシャルファイルキャラ編02ではお互い頼もしい友人として信頼を寄せていることが言及されていますが、マリュウの恋人であるムーは見事不可能を可能にしてマリュウと再会したので、個人的には劇場版でアイシャがワンカットだけでもいいので登場してバルトフェルドも報われてほしいと思います。熱くならないで、負けるわ。死亡したと思われていたバルトフェルドはプラントへ奇跡の帰還を果たした後、パトリック・ザラからその戦歴を買われたことで心臓艦エターナルの艦長に抜擢され再び軍に戻ります。一方でブルーコスモスの青き正常なる世界という思想に疑問を抱きつつ、プラントのナチュラルとは徹底抗戦するという考えも容認できないという中立の立場から、ダコスタと共にクライン派と通じ密かに決起の時を伺っていました。そしてフリーダムの強奪を手引きしたとして追われていたラクスが合流したタイミングで兵を挙げエターナルを奪取して軍を離反。その後かつて敵対したアークエンジェルオーブ軍の草薙と合流し三赤同盟の一角として戦っていくことになります。合流後はアークエンジェルのクルーとも打ち解けた様子を見せており、特にムートはケダブにはヨーグルトソースという好みが同じという点や、砂漠の虎とエンデュミオンの鷹という2人とも軍から付けられた異名を持つなど共通点が多いということで、館内でも親しげに話す姿が見られました。虎も鷹も未だ健在というところか。またキラと再会した際には、あなたは僕を撃つ理由があると気に病むキラを責めることはなく、戦争の早期終結を願う仲間として受け入れています。その後はエターナルの環境で指揮を取り続け、第2次ヤキンドゥエ攻防戦終結まで戦い抜きました。終戦後はプラントには戻らず、ラクスたちと共に身分を隠しオーブへと移住しています。普段は趣味のブレンドコーヒーを作っては同居人に振る舞うなどして平穏に暮らしていました。しかしその裏で未だ不安定な世界情勢を危惧してか、有事の際に備えて左手の義手に銃を仕込んでいたり、住居の地下に避難用のシェルターを用意したりしています。情報収集も広く行っていて、連合の動きを察知してオーブに寄港していたミネルヴァへ匿名での警告を行う様子も見られました。その後ザラハ残党によるユニウス7の落下テロを皮切りに世界中へ混沌が広がり始めたことで、コーディネーターである自分たちが地球に居づらくなると考え、バルトフェルドはプラントへ移住するつもりでいました。しかしザフトの特殊部隊によるラクス暗殺未遂事件を受け、プラントとデュランダル議長への疑念も強まったことから、キラたちと共にアークエンジェルに上艦。連邦にもザフトにも属さない第三勢力として各地の戦場へ武力介入を行っていきます。なおシードデスティニーでは再びモビルスーツで出撃した際には身体的ハンデをものともせず、全盛期と遜色ない操縦技術で活躍しています。また村雨、ナイアと変形機体に好んで登場しており、特にガイアでは宇宙空間にもかかわらず敵機を踏み台にして跳躍するなど、変形機構と状況を生かしたテクニカルな戦闘を行っています。オーブ離反後しばらくはアークエンジェルと行動を共にしていましたが、ラクスがデュランダル議長の真意を図る決意をしたため
共にアークエンジェルから離れて宇宙へ上がることになりました。この際、宇宙へ上がるシャトルを強奪するために、ラクスがミーアになりすましていたため、バルトフェルドも、ミーアのマネージャー、キング武田に扮しています。なお、本物のミーアの付き人、キング武田は、シードのプロデューサーを担当された武田誠司氏が元ネタで、キャラボイスも武田氏ご本人が担当されています。宇宙へ上がった後は、エターナルに合流し、再び環境で指揮を取りながら、ディランダルの真意を探っていくことになります。その中で、ダコスタがザフトに尾行され、ファクトリーが襲撃された際は、ガイアに登場し、短期で20機近くのモビルスーツ部隊相手に善戦。しかし、グフにライフルを破壊されるなど、戦力差から徐々に追い詰められていきますが、ストライクルージュで駆けつけたキラに救われます。その後、ルージュからライフルを受け取り、キラがストライクフリーダムへ乗り換えるまでの時間を稼ぎました。エターナル、祈祷するぞ。これ以降は、戦力が揃ったからか、自らモビルスーツで出撃することはなく、最終決戦のメサイア行動戦まで、エターナルの環境で指揮を取り続けていました。終戦後は地球へと帰還し、記憶を取り戻したムーヤマリュウと共に過ごす姿が描かれています。余談ですが、バルトフェルドは、ドラマ CD の中で、ミーアの隠れファンであることが明かされています。しかも、リリースしたばかりのシングルや、ファンクラブ限定のビデオクリップを所持していたりと、かなり熱烈なファンで、ラクスにミーアの魅力を熱弁する中で、つい関西弁になってしまうなど、本編では決して見せないようなオタクっぷりを披露していました。普段からコーヒーに並々ならぬこだわりを見せていたことから、物事を突き詰めるオタク気質をもともと持ち合わせていたのかもしれません。なお、バルトフェルドの中の人である沖合良太郎氏は、小3から大阪に住んでいたことから関西弁を話せるため、視聴者からは中の人が出ていると突っ込まれています。君の好みがだんだん分かってきたぞ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。